キオクシアの時価総額を10兆円突破しましたが、どこまでいくと思いますか？同業のマイクロ SK ハイニックスサムスンの期待時価総額1.1兆ドル、ゴールドマンのレポートでは29年3月期で営業見込み1兆円、本当にそんなにいくのか。まあでも AI 需要でどれぐらい伸びるかによるので、AI バブルが終わるかどうかだと思うんですよね。で、これがキオクシアすごいになってるんですけど、むしろ東芝がどれくらいひどかったかっていう話なんですよね。東芝がそれぐらいすごいものがあったにもかかわらず、それを伸ばさずに投資をさせずにその能力を潰してきたっていう。でこれがね、多分東芝だけじゃないと思うんですよね。大企業の中でそれなりにいいものがあったとしても、上の文系の人たちが潰して、結果としていいものを世に出せずに潰れていくっていう。なのでキオクシアすげえっていうより、キオクシアみたいな能力を持っていながらそれをずっと潰してきた東芝という会社を、日本の人たちっていうのは東芝やべえとか東芝の経営陣クソだなってやっぱならないんですよね。アメリカとかの株式市場の場合ってやっぱりお前らおかしいだろっていうので、経営者経営陣を責めるっていうのをやるんですけど、よくやっぱりそれが起きないので、サラリーマン社長っていうのもあるんですけどっていうのがあると、日本の株式市場とかっていうのはやっぱり歪んでるなっていう気がしますけど。キオクシアの人のインタビューみたいのがあって、東芝時代に技術的なブレイクスルーより文系の経営陣に投資が必要であるというのを理解してもらう方が大変だったみたいなのを言ってるのを見たことあるんですよね。今その半導体産業って投資の機会っていうのがやっぱり数千億円レベルで必要だよね。で数千億円レベルの投資をして1兆円の売り上げを上げるっていう、めちゃくちゃお金を出してめちゃめちゃ儲かるっていう、そういうハイリスクハイリターンの事業体になってるんですよ、産業として。サムスンみたいなワンマン企業の場合って、サムスンの会長がそこら辺分かってるからバンバン投資するわっていうギャンブルをやるんですよ。孫正義みたいなタイプっていうのでやればいいんですけど、東芝はそのサラリーマン社長なので、自分が数千億円を投資をしてそれが回収できるのが3年後とかになってしまうと、自分の任期の間はただ赤字、キャッシュが足りなくなってしまうだけで、自分の任期が終わった後の社長がそこで利益が上がるから、自分は評価されずに次のやつが評価されることになるから、これは損だな、だからやらないみたいな判断をしがちなんですよ。大企業って基本的にはマイナスを作らないっていうところでいくので、なので成績を見た場合に投資をして帰ってこなかったというのはむしろマイナスとして見られてしまうんですよね。なので大規模な投資をしないで、どちらかというとリストロはしますとか、投資を削って利益率を高めてその期だけ 3% 成長しましたっていう方が成績としては良いよねってなっちゃうんですよっていうのがあるので、サラリーマン社長が大企業をやってるっていうのが多分日本の成長を阻害してる部分は結構あるんじゃないかなと思いますけどね。ソフトバンクグループの時価総額がトヨタの来ました。ほぼ連戦連勝の孫正義さんの強みにしてください。連戦連勝ではなくて、孫さんが失敗した時のことをみんなあまり覚えていないっていうだけなんですよね。ソフトバンクが確か赤字で何千億円とかやったことなかったっけ？結構ね、やらかしもするんですけど、儲ける時はちゃんと儲けるっていうのがあるんですけど、これ本当に僕の感想になるので善悪ではないんですけど、ものづくりをしている会社トヨタよりもどちらかというと投資をしている会社が利益が上がるというのはどうなのかなと思いますけどね。ソフトバンクは AI の企業に対して投資をしていて、その AI の企業が株価は上がっているので AI の企業が物を生産しているのではないかっていう話と AI バブルみたいな話はあるんですけど、きちんとその人の生活にプラスに、もちろん AI も人の生活にプラスになってる部分もあるとは思うんですけど、過剰評価をされていて株価も変わっているものと、車ってやっぱり人の生活を良くするものじゃないですか。ああいうものをちゃんと作って技術を上げている会社と比較して金融の会社が評価が高くなってしまうというのは社会としてどうなのかなっていうね、老害みたいなことを言いますけど、はい、キオクシアとかは一応半導体を作ってるので AI バブルの一部ではあるんですけど、 GPU から直接アクセスできるようなメモリを作ろうとか、メモリの中では割とそのハイレベルな技術のあるものをやってたりするので、そういう意味では評価されるのもまだ分かるはするんですけども、はい。半導体関連が結構高騰してますが、日本企業の将来性どうでしょうか。キオクシアラピュタさんの半導体関連というか、日本で技術があるものはそれなりに評価されるけど、技術があまりないものというのはそんなに海外で盛り上げが上がらないのでプラスになることはないというだけで、なので東芝が他の部門が全然ダメでキオクシアでなんとか食いつないでるっていう状態ですけど、っていう感じで半導体がすごいというより半導体以外がすごくないっていう方が正しいんじゃないかなと思います。東芝の子会社のメモリー系のところに転籍になったっていうので文句を言っ
っている奥さんみたいな話がツイッターかどっかだったんですけど、東芝本体よりはメモリー系の子会社の方が全然将来性あるんですけど、働いてない人というのはイメージで物事を決めがちなんですよね。東芝本体にいるより利益率の高い子会社にいる方が実は生活安定するよねというのも分かってなかったりするので、なので東芝本体から子会社の方に転籍になったというのが経済的にはうまくいってるよねなんだけど、でもそれが親ではなく子会社という下の方に行ったというので判断してしまうみたいになって、キオクシアとかいう聞いたことがない会社に飛ばされたみたいな表現になってしまうんですけど、大手の東芝という名前がついてないというだけでよろしくないと思ってしまうみたいな人みたいするんですけど、最近メモリ高騰が下がっている自作 PC 界隈ですが、いつものあたかも詳しい感じで解説をお願いします。グラボ戦争が終わったとしたら次はメモリ戦が始まったの自作 PC 勢とは関心限りです。グラボ自体はマイクロソフトだったりとかベタだったりとかアマゾンだったりとかツイッターだったりとかがもうグラボ買いまくってるよっていうのがあったりするので、それに対してじゃあグラボの価格上がるよねっていうのがあって、でグラフィックボードだけじゃなくてメモリーも大事だよねっていうのがあって、確かオープン AI が3、4千億円分の半導体をすでに買うみたいな契約をしちゃってて、それがあるのでもう価格があるよねってなっていて、他のメーカーもバンバン買うよねっていう構造、メモリー買うチキンレースというのが始まっているので、そっち側の契約を優先しなければいけないし、実際半導体自体も少なくなってくるので、じゃあそこで一般の人が買うのもどんどん値段が上がるのっていうのと、あと中国がそこら辺絞り始めたというのがあって、中国が絞ることによってより高く売れるよねっていうのもやってるっていうのもあったりするので、短期でいくと半年ぐらいである程度人工知能の方の契約の納品が終わってそこが下がるのではないかという説があるんですけど、実態としては中国が絞ってるというのが結構続くので、なので 2,3 年は高いままっていう可能性があるのかなというのと、ただ 2,3 年高いままだとするとAI バブルが崩壊する可能性があるんですよね。僕はAI バブルは5年以内に崩壊するんじゃないかなと思ってるんですけど、AI バブルが崩壊するとグラフィックボードももう AI 企業が買えなくなってメモリーもそこまで買わなくなるので一回安くなるっていうパターンはあるんじゃないかなと思いますけど、ただでも3年以内に台湾有事あるんで、そうするとまたグラボもメモリも値段が上がるので、なので5年ぐらいは結構高いっていう予測の方が可能性は割と高いのかなっていうふうに考えてます。影のない森はないっていうので、これがねイギリスかなんかのことわざなんですけど、大きな森というもの、森っていうのがいろいろな食べ物ができたりとか動物がいたりっていうので発展しているというのの隠喩だと思うんですけど、やっぱりそのどんな森でも影はできるんですよ。なので森という形でいろんな動物がいていろんな食べ物が生まれてとかっていう生態系ができてエコシステムができてってなるんですけど、社会というのはどれだけ進歩していろいろ複雑になって富を生み出したとしても大きくなると必ず影ができるよね。賄賂とかセクハラパワハラとかいろいろな闇の部分というのはできるよねというのを多分表していることわざなんじゃないかなと思うんですけど、なので基本的にはその組織というのは必ず腐るので、なので僕はUSAID が潰れるというのは結構賛成派で、官僚組織というのが必要だよねというお題目のもとにお金を使い続けると政府予算というのはどんどん大きくなっていくので、なので一回ゼロにしようぜ、 USAID みたいな6兆円みたいな大きいのがあるとやっぱりそこに影は必ずできちゃうんですよ。でその影はまあ悪いものじゃなくて単にお小遣いチャリンチャリンかもしれないし公金チューチューかもしれないんだけど、でもこれを減らすってなかなか難しいんですよ。やっぱ日本も政府予算どんどん大きくなってるので、なので一回ゼロにしますっていうので、本当に必要かどうかっていうのが、本当に必要だったらトラブルが起こるから、そのトラブルが起きた時にじゃあ支出します、そうじゃないんだったらもうなくしますっていう一回まっさらにするというのはやっぱり必要なんだと思うんですよね。そうじゃないと政府予算を小さくすることはできないっていうのがあるので、 USAID だったりとか CIA をなくすっていうのは、いやいやそれはすげえなと思うんだけど、でもやっぱりそこのコストを安くするというのをやるのはそれしかやりようがないよねってのがあって、僕はそこはイーロン・マスクの成果だと思ったんですよね。イーロン・マスクっていろんな会社をやって、もちろん成功してる会社ばっかりじゃなくて、会社潰れそうになったりとか借金めちゃめちゃ負ったりとかっていうのがあって、コストを減らすとかリストラとか X でもリストラしてますけど、リストラってじゃああなたの部門の中から無駄を減らしてください、あなたの部門の中からいらない人のリストを出してくださいっつって出てくるわけないんですよ。人間なんで自分の部下は切りたくないじゃないですか。この人クビにしたら結婚したばっかりで大変だよねとか、子供生まれたばっかりで大変だよねとか、やっぱり人間としての事情というのを考えてしまうので、スタッフを切るはやっぱりできないんですよ。
自分の部門がありますってので、じゃあ東芝という会社で原子力発電所部門やってますとして、原子力発電所で原子力学科卒業して、東芝という会社に勤めていて、俺の部門いらないっす。全員クビにしていいっすって言うわけないんですよ。原子力は大事です。日本では今こんな状況ですけど、世界では必ず必要になりますから、原子力部門というのはこういう形で残すのが必要ですって絶対なっちゃうんですよ。なので、そこで働いてる人たちに聞いて、どうやってやらせたらいいのっていうのは無理なんですよね。Twitter Japan の人が、Twitter がリストラされるときに、社長だった人がイーロン・マスクに歯向かって、人を減らすなんかできないみたいなこと言ったら、じゃあお前から切るわって言われて、その人がその日のうちにクビになったっていうニュースがあったんですけど、僕はそれはイーロン・マスクは正しいと思ってて、やっぱ人は減らすべきではないよねとか、自分がやってる仕事は意味があるよねって絶対言うんですよ。なので、もうこれはゼロにします。全員クビにします。本当に困ったところだけやり直します。っていう形にしないとならんよねっていうのがあるので、やっぱり森は必ず影ができるんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。